こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。彼岸も過ぎる今、いつの間にか桜の季節になりました。なぜでしょう。春のさまざまな花々が日本各地で咲く季節になっても、私たち日本人にとって桜は特別なものです。古くはまだ10世紀になる前、日本の奈良時代には梅の奉納が尊ばれたそうです。遣唐使遣隋使たちが運んだ大唐の文化、これは梅が中心にめでるものでした。そのため奈良の貴族たちは梅をめでる句をたくさん残しました。それが1200年前、京都を都とする平安京ができて、多くの花々、特に桜が都人たちの前にもたらされました。そこで桜を歌う貴族たちの縁が広がり、そしてそれがやがては武士の社会、平安期の終わりの頃には物の哀れ、世の無常感というものと重なって、ふわっと満開に咲き、そしてはらっと潔く散るその姿が、世の無常と武士の潔さ、この両方を捉えて日本の心を打つようになりました。日本の国の花、国花としてこの桜と菊があります。桜はそのような日本人の精神的な象徴として国花とされています。毎年ご紹介していますが、今年は今年の花、桜の飾りをご紹介させていただきます。お楽しみください。半世紀ほど前、埼玉の奥地秩父地方で富士桜の変種のしだれ賞といわれるこの種が発見されました。以来数多くのしだれ桜が盆栽としてもたらされましたが、この木などは特に古い部類です。しだれの花咲くその向こうにおぼろなる月、まさに平安の雅を歌うような世界が今、掛け軸としだれ桜で作られています。平安初期、醍醐天皇の勅命によって4人の歌人が残した勅撰和歌集、古今和歌集にこのような歌が残されています。久方の光のどけき春の日に、静心なく花の散るらん。桜の花が散る様のその風情を歌い上げたのは、その4人の一人、紀貫之です。儚さと美しさを併せ持つ情感、しだれ桜、桜は日本人の心の中にしみるものです。春らしいこの霧煙る中のおぼろ月、そこに咲き降り降りるしだれ桜、もうこれだけで十分日本の素晴らしさを伝えられていると思います。ここに一つ脇飾りをしてどうなるか、そんな飾りも一つご覧に入れます。おぼろ月に降り開くしだれ桜、見れば下に水物姿、おそらくは大きな座敷飾り用のために作られたものでしょう。とうとうと水をたたえるここに映る月や桜、まさに和歌を歌う貴族たちの曲水の縁につながるような世界が広がります。
もう一つこのしだれ桜を使った飾りをご披露します。掛け軸を使うだけが盆栽の飾りではありません。このように銀屏風を使って飾ってみました。銀屏風に映える薄紅色の花、そしてその光が銀屏風に影として映り、その下を見ればまさに都人が都大路を渡る牛車が置いてあります。平安後期から鎌倉、宮中人たちがめでた桜は今もその心が日本人の中に息づいています。いかがでしょうか。銀屏風を前にしたお花火。私たち日本人の心の拠り所の一つ、桜の盆栽。特に富士桜系と言われるこの桜は枝が細く細やかで、いかにも日本的です。飾りの仕方もその時を映し出すもので、道具立てによって様々に変わります。毎年お送りしているしだれ桜の飾りですが、ぜひアーカイブをご覧になって、去年、一昨年とお楽しみいただければと思います。ぜひチャンネル登録をなさって様々にご覧ください。本日もご視聴ありがとうございました。